旅をするのは自分の知らないことを自分の体で理解していくためですね。やっぱりこんなに情報が溢れていると、分かんないことがあるとスマホでピピッと調べて、出てきた数行の情報を読んで知ってるつもりになっちゃうんですけど、そうじゃなくて自分の目で見て耳で聞いて体で感じて、目の前の出来事を理解したい、世界を理解していきたいっていう気持ちが強くて、僕にとってはだから世界について学ぶ方法が旅をすることですね。だから三陸のその芸術祭のお話をいただいた時に、やっぱりまず自分で歩いてみないと何も分かんないんじゃないかと思って歩かせてほしいっていうふうに言ったんですよね。三陸に一番最初に来たのはいつですかね。そうですね。何度か観光で短い期間訪ねてたことはあったと思うんですけど、がっつり沿岸部を南下しながら移動したのは震災の直後になります。震災の直後ニュースとかでいろんな情報が流れてくるんですけれど、やっぱり自分の体をそこに置いて自分の目で見ないと何もできないなと思って、いろんな物資を入れられるだけザックに詰め込んで、震災の3日後とかですかね、青森の三沢空港に入って、で三沢から岩手の宮古の方まで持ってったものを届けながら南下していきました。いや僕が行ったのは本当に震災の3日後4日後だったんで、何もかも今とは違いますよね。もちろん海とかはね変わらないとしても、いろんな防潮堤だったり公園が整備されたりとか、あらゆる場所で歳月が経過したことを感じましたけれども。そうですね、やっぱりいろんなことを忘れてっちゃうんで、人間は写真に撮っておくといろんなことを思い出すきっかけになるんでね。それは撮った人だけじゃなくて、それを見る人もいろんなところに反応できるメディアだと思っているので、写真はいろんな側面があるメディアなんですけど、僕にとってやっぱり第一義的な写真の性質っていうのはやっぱ記録性ですね。記録をしていくこと、そしてそれは今を記録していくんですけど、常にそれが過去になっていって、で10年後30年後50年後100年後には意味が変わってくる。今撮った写真を今その場で見て感じることと、時間が経ってから見て感じることっていうのはまた全然別で、たくさんの情報が引き出せるメディアなんですよね。だから写真を僕は撮って、でも何十年後かの後に未来の人がこれを見てきちんと何かを感じ取れるだろうかっていうことをいつも考えてます。だから構図がどうのとか美しいとか汚いとかそういうことじゃなくて、ある一時代の記録として情報がきちんと写真の上にあるだろうか、詰まってるだろうかっていうことの方が大切なんですよね。だから色が綺麗だとかそういうことよりも、何十年後かの人が写真を見た時に何を感じられるかなっていうのを常に考えてます。写真ってねあんまり表現っていう言葉を簡単に使えないんですよ。
絵とかを描くのと違って写真っていうのはその世界の端的な模写なんですね。だからここのどっかを撮ったらどっかが写ってるわけで、それを表現なのか記録なのか記憶なのかとかっていうことはもうすごい昔から議論されてて、僕はあんまり表現だと思ってないんですよ。それはやっぱり自分の主観を入れてこう切り取ったりしていくとどんどんこう表現に近づいていくんですけど、自分の主観を入れるっていうよりは向こうから飛んでくるものをカメラで受け止めるっていう考え方を持っていて、で自分からこう主体的に何か表現していくっていうよりはもうちょっと目の前にある世界の方に任せてるような撮り方をしてるんですよね。写真の僕は一番大切な部分は記録性だと思ってるんですよね。写真はもうちょっとその意味になる前の言葉になる前の自分の反応みたいなもので撮っているもので、言葉はまたその後に来るその伝えたいことをきちんと書くための手段だと思ってるので、こう結構使い分けていて、でやっぱりどうしても伝えたいことが言葉でしか伝えられなければ言葉をつけることもあるかなと思うんですけど、そうですね、こういうトレイルが整備されなければ改めて北から南までね歩いてみようっていうふうにはならなかったと思うんで、地形をこう自分の足の裏で感じながら歩いていけるのが楽しいですね。そうですね、なんかこうクジラを祀った神社だったり、海の中のなんかこう大きな岩があるランドマークになってたりとか、目印みたいなものもこう海沿いにたくさんありますし、三陸の沿岸を歩いていくと陸からの視点というよりは海からの視点を強く感じます。なんですかね、海沿いって幹線道路からこう離れて、一番いわば海でこう行き止まりになっちゃうような場所ですけれど、海の視点で見るとそこは入り口であって、黒潮がずっとこう南から流れて青森の辺りまで行ってますけれど、陸の視点で見ると行き止まりなんですけれど、海の視点で見ると、たくさん港があっていくつもそのアクセスするポイントもあって、印象が変わっていきますよね。例えば東京の方から三陸にアクセスしようとするとだいぶこう遠いわけですけど、それはやっぱりこう新幹線とかそういうのを使ってさらに車に乗り換えてってやっていくと遠いんですけれど、昔はその陸路の交通路がそこまで発達してなかった時は海からこうもっとたやすくアクセスできたんだろうなとか、そういうことをいろいろ感じます。途中で何でしたっけね、橋上岳っていう山とかに登って三陸の最高峰なんでしょうか、頂上から海辺をこう見てみると果てしなくこう続いて本州のその輪郭みたいなものが見えてきたりして、やっぱりこう高いところからまず見て自分とその目の前の風景との距離感を確かめてから海沿いをこうゆっくりゆっくり歩いていくと、ちょっとその海岸線の複雑な海岸線だとか入り組んだ湾だとかそういったことを立体的に捉えられるようになって面白かったですけどね。そんなにたくさん人に会わないからこそたまたま会っていろいろこうお話ししたりすると印象に残りますよね。なんかすごくこう気を使われて車で送ってきましょうかみたいな感じのことを言ってくださる親子連れとかもいたんですけれど、いや歩きの旅なんでっていうことでお断りしましたけど、一緒になんか犬の散歩ついでに歩いてくれたりとか、あとはキノコ採りのおばあちゃんに本当に人が少ない山の中でお会いして、キノコたくさんもらってしまったりとか、キノコとかはすごいたくさんもらってちょっとリュックに入り
切らないけどぎゅうぎゅう詰めにしましたけどね、こういうトレイルが旅に出るきっかけになっているので、この道があってよかったなって思うのが一つと、やっぱりその歩くことは考えることにもつながるので、ね、いろんなその絶景とかそういったものにこう連続して出会うわけではなくて、凡庸な風景もたくさんある中で、そこででも足を動かして、ただただ歩いていくっていう時にもちろん目からいろんな情報は飛び込んできますけど、と同時に頭の中ではなんかこういろんな記憶だったり考えだったりがこう沸騰するように湧き出してきて、考える旅みたいな側面も道のく潮風トレイルにはあるなと思っていて、でそれが他の普通のなんていうかな、観光旅行とかそういったものととても違う部分かなと思います。なのでなんかこう、いろんなことを振り返ったりとか、あるいは未来のことを思ったりとか、自分自身について考えたりとか、そういったなんていうかな、思索の旅というか、歩くことは考えることなんだなっていうのを潮風トレイル歩いてると実感しますね。これからまた旅を続けて、できればもう福島県の方もだいぶ南まで進んで、もう自分の家まで歩いて帰るぐらいな勢いで歩き続けられたらいいなと思ってますけどね。いろいろ前に訪ねたところがあるので、そういうところをこうもう一回再訪するのも楽しみですし、昔仮面をつけたその来訪神の行事をずっとこう15年ぐらい撮影してたことがあって、そこのお祭りで訪ねた集落とかそういったところをこうもう一回違う季節違う歳月が経ってから行ってみるのがちょっと楽しみですけどね。だからただ歩くだけじゃなくて、そうやっていろんな人の話を伺いながら旅をしていきたいなと思ってます。いや今はこの潮風トレイル1000キロ歩くっていうのが一番の目標だし、来年は多分海外に行けるから、春にヒマラヤ行って、夏にパキスタンの山行って、行きたい場所はたくさんありますよ。